はい、それでは、順列NPR と N の階乗の説明をしていきます。はい、ではまずクイズです。5P3 と 8P2 というのが書いてありますね、左側に。これ、ある規則に従って計算をしなさいという記号なんですね。こういう風な書き方をしたら。で、5P3 と書いた場合は60。8P2 と書いた場合は56と計算されて出てきます。ね、ちゃんとルールに従って計算した結果ですよ。これどういう計算規則だと思います？ちょっとね、推測してみてください。じゃあ、10P2。これいくつになりますかね？自分の推測と合っていますかね？90です。どうでしょう？じゃあ、10P3 は10P2 の2が、これが3に変わったんですね。こうしたらいくつになるのか。実は3桁になりますね。720なんです。当たりましたか？自分の推測はうまく当たりましたかね？でもまあ難しいですよね。もう一つ、これはヒントになるんじゃないかなと思います。10P1。これが実はですね、10なんですね。はい。そうすると、10P1 が10で、10P2 が90で、10P3 が720なんです。どういう計算をしたんですかね？はい。よろしいですか？では、5P5。これいくつになります？3桁の整数ですよね。なりました？ 120 です。それでは、種明かしをね、していきましょう。はい。実は 5P3 は 5×4×3 を計算しています。8P2 であれば 8×7 です。これどういうことかというと、5は掛け算の最初に来る数字ですね。そして3は、これはね、かけてある数字の個数を表しています。なので、8P2 であれば、8は掛け算の最初に来る数。そして2がかけてある数字の個数ですね。8から1つ減って、7をかける。5P3 であれば5から1つ減って4、そしてさらに1つ減って3、ねその3個をかけるということです。他もすべて同じ規則で計算されています。確認をしてくださいね。はい。そうすると、では、一般化しますね。NPR。これはどうなるのか。当然最初に来る数字はね、N ですよね。で、次に来る数字は N-1。その次がもう一個下がって N-2 というふうにかけていきますよね。で、最後に来る数字、これ何でしょうね。書いてみましょうね。ぜひ自分でね。これ、まず NPR の N は、これはスタートナンバーというかね、掛け算の最初に来る数字です。そして R はかけられる数字の個数です。はい。ですので、一番最後にかけられる数は N-R ではないですよ。ね。N-R ではないです。N-R だとですね、実はこれ R プラス1個かけてることになりますね。なんでかというと、これが1個目、2個目っていうふうに、この1、引かれてる数が番号だと思えば、これ R 番目の数ですよね。そしたらこれ、ここに R 個あるんで、さらに N をかけてることになりますから、全部で R プラス1かけることになっちゃいます。なので、それだと掛け算が多すぎるので、その1個前で、N-R の1個前で終わるんですね。N-R の1個前ですから、N-R よりも1多い数ですね。ですので、N-R プラス1までをかけます。はい。では、NPR という記号の持つ意味ですね。そちらの方を次考えてみましょう。問題を見てください。6個の数字1、2、3、4、5、6から4つ選んで4桁の数を作る。次のような数はいくつできますかということなんですが、括弧1番、偶数、ね偶数は何通りできますかということなんですよね。
で、考えやすいかなと思うのは、この4つの枠を先に作っておく。ね、でここにどういうふうに入れるかなと考えると、比較的考えやすいのではないかなと思います。おすすめです。はい、6個の数字用意します。で、この6個の数字から選んでね、この枠の中に入れていくんですけれども、偶数になる決め手って、1桁目に入る数字ですよね。この数字が、246のどれかであればいいということですよね。こういうふうに順列を考えるときは、制約のあるところね、こういう制約のあるところから何通りかっていうのを考えていくと、考えやすいことが多いです。ですので、制約の強いところから決めていくと覚えてください。はい、そうすると、まずはここ3通りですよね。2か4か6ですもんね。じゃあ仮に今2が入ったとしましょう。ね、そうすると、あと残り5個ですよね、数字はね。5個の数字から左の3つの枠に入れていくわけですよね。はい。そうすると、一番最初のここに入る数字は当然、1、3、4、5、6、どれが入ってもいいわけですから、5通りありますよね。仮に今1を入れたとします。そうすると残り4個ですね。その4個のうちのどれが入ってもいいので、4通り。ね、じゃあ、5を仮に入れてみましたよと。じゃあ、残りの枠には3つの数のうちどれか1つを入れればいいので3通りあるということで、6を入れてみましたよということですね。はい、この掛け算を計算すれば何通りあるかということがわかるわけです。ただ、ちょっと注目してほしいのが、この 5×4×3 というところ、これって、5P3 で表せるところですよね。つまり、5個の中から3個選んで、順番に並べるときの並べ方、ね、これが求まる式ですよということなんですね。だから、この丸1番の式は、n 個のものから r 個のものを取り出してきて、順番に並べたときの並べ方が、この式で求まるという、そういう意味なんです。ね、そうすると、こちらですね、かける3を付け加えてやれば、5P3×3、これを計算すれば、括弧1番の答えが出るということになるんですね。ですので、回答いきますよ。1桁目の数が偶数であればよい。ですので、3をかけますよね。で、残りの左側でもやったように、この3つの枠の中は、残り5個の数字、ね、1桁目に入れた数字以外の5個の数字から3つ選んで並べればいいので、5×4×3 と必然的になるわけですね。それは 5P3 という式で表せるので、このように計算できますよということです。はい、答えは180ということですね。それでは、括弧2番。では、2番に移る前に1番をちょっと確認をしておきますね。1番で、こちら 5×4×3 はこれ何してるかっていうと、残りの5個の中から3つ選んで順番に入れていく入れ方の計算式なんですね。で、これって、5P3 を計算した時の計算式と同じだと。なので、5P3 って5個の中から3個選んで並べる並べ方を計算するのと同じなんだなと。そういう捉え方ができるわけですよね。逆に言うと、5個の中から3個選んで並べるときは、5P3 を計算すればいいんだなという捉え方ができるわけです。はい、では、2番いきますね。考え方からいきますよ。まずは4つの枠を用意します。で、6個の数字ね。で、この場合2番は2つ条件があるんですね。
6000以下であるということ、それから5の倍数であるということ。6000以下であるということは、この4桁目に入る数が、1から5までのどれかの数字が来なければいけないということですよね。そういう制約がかかるということですね。で、5の倍数であるためには、これは、この1桁目、この1桁目に何が入らないといけません？これ5ですよね。1桁目に5が入らないといけない。この条件を今じゃあ A と名前つけておきましょう。で、6000以下であるということですね。こちらは、5を1桁目に使わざるを得ませんので、1から4までから1つ選ぶということになってしまうんですけどね。これをじゃあ今 B と名前をつけておきます。そうすると、この今の話の流れからも明らかなように、条件 A の方が制限が強いですよね。で、括弧1番でもやったように、制約の強いところから決めていくんで、最初に入れ方を考えるのはこの1桁目です。この1桁目が何通りあるかというと、もちろん1通りですね。5しか入れられません。じゃあこの4桁目、次に制約があるところですね。これはじゃあ何通りかっていうと、1から4だったらどれでもいいんで、4通り。あとは、この4桁目に仮に4が入ったとします。そうすると、残り4個ありますよね。これ、どれが入ってもいいわけです。3桁目と2桁目にはどれが入ってもいいんです。なので、4×3、4通りの入れ方があって、ここでまた数字使いますから、残りは3通りということですね。仮に6と1が入ったと。すると、こういうことになりますね。はい。で、この 4×3、真ん中の 4×3 ですけど、これって、4個の中から、2つ選んで並べたわけですよね。だから、4P2 というふうに捉えることもできますね、ということです。別に 4×4×3×1 と書いて計算してもいいんですよ。ただね、この新しい記号を使って考えるということを、練習していって、その新しい言葉を覚えるのと同じ、新しい概念をね、覚えるのと同じことなんですね。そうすると、やはりその考え方がさらに、発展していくということが言えるんです。ですので、ぜひ P を使って考える練習を積極的にやってください。で、実際、また後でね、P ってどんどん出てきますのでね、慣れておいてくださいね。はい、そうしますと回答は、1桁目には5が入り、4桁目には1、2、3、4のいずれかが入るということなので、1×4×4P2 と、いうことですね。これが1桁目の入り方ですよ。でこれが4桁目の入り方の4通り。でこれが2桁目と3桁目の数の入れ方ということですね。はい、したがって答えは48となりますね。ではもう一つ記号を考えてみましょう。これびっくりマークありますよね。5のびっくりマークで、これ階乗って読むんですね。これ5の階乗は実は120と計算されて出てきます。そして6の階乗であれば720。これどういう計算の規則なんでしょうね。でもこれちょっと分かりやすいかなという気もします。3の階乗だったらいくつになります？これ6ですよね。種明かしをすればこういうことですね。5から1までかけていく。だから6の階乗なら6から1までかけていく。3の階乗であればこうだということですね。はい。ですので n の階乗であれば n から1までかけていく。これって、とっても便利です。だって
この右辺のこんだけの量を書かなきゃいけないのをこれぐらいで済ましちゃうんですから、とても便利ですよ。ね。ぜひ身につけてください。で、じゃあ3の階乗分の7の階乗。これは 7×6×5×4 なんですね。なんでかわかりますか？理由は、こういうことですね。これ 3×2×1 が分子と分母に共通してあるので、これ約分できますよね。なので残ったのが 7×6×5×4 だということです。でこれは今度はですね、P で表すことができる。これね、P って何でしたっけ？こういうのでしたよ。この右側に出てきたね、こういうのやりましたね。じゃあ P の左側に来る数字、これは当然7で、右側に来る数字、何個かですよね。これ4個かけてますよね。なので、4と 7P4 と。でもこの4っていう数ね、3の階乗分の7の階乗の3と7と結びつけるとすれば、4はどういう計算で出てくるかわかりますね。この4は 7-3 ですよね。だって3の階乗が約分されて残ったものなんですからね、7P4 ね、ということですよね。はい、したがって、47の階乗分の100の階乗、これも、1回分数で書いてみるとこういう形になりますよね。ということは約分されて、ね、この分子に残るのが53個の掛け算、ね。当然これは100から47を引いた残りということですよね。したがって、P は左側が100、右側が53ということがわかります。はい。次に 8P2 を階乗分の階乗で表すことを考えたいと思います。さっきは階乗分の階乗を P で表しましたよね。だから今度はその逆のことをやってみようということですね。これ分子はこれ8でいいですよね。で、分母はこれ 8P には 8×7 ですもんね。だからそれが出るようにしなきゃいけない。ということで6の階乗となります。これどういうことかわかります？どう考えるかというと、結局分数で約分された残りが 8×7 になればいいんですね。なので8の階乗って8から1までの掛け算じゃないですか。で、分母に何を持ってくれば 8×7 だけが残るようになるのかなと考えてやると、これは6から1までの掛け算ですね。これで、この部分がスパッとこう約分されますから、8と7だけが残ると、ねいうことになります。はい。では、100P53、ね。これはどう考えるかというと、当然、100の階乗で、分母は、ね、100-53ということですよね。左側、こちらの部分にも出てますけれども、こういうことですよね。はい。では、NPR、ね、これを考えるとどうなるのか。ねこれを階乗分の階乗で表したいということなんですが、分子は当然 N の階乗、分母は N-R の階乗でいいですね。NPR をもう少し丁寧に解説したいと思います。もともとこの式から始まりましたよね。で、階乗を使って表したいので、こういうふうに分子と分母で1までかけたものでね、表してるんですね。そうすると、残したいのはこの部分、ね、R 個ですよね。なので、それ以外のところが約分されて消えるように
ね、仕組んでやればいい。そうすると、分子は n の階乗で、分母は、ね、この部分を階乗で表すので、n-r の階乗。これが分母に来ればよい。ということで、この分数の式が NPR の定義式ということになります。で、R に n が来たときも成り立つように、0の階乗は1と定めます。どういうことかというと、このような計算ですね。ここで0の階乗が登場するんですが、1と定めておけば、ね、n の階乗。これって、辻褄合ってますよね。NPN って n 個のものから n 個を選んで並べる並べ方です。それは n の階乗で合ってますよね。はい、では次。R が0の時。この時も成り立つように NP0 は1と定めます。NP0 って、1になりますよね。これはN 個のものから何も取らずに並べるという不思議な、一見不思議なね、話なんですが、これも一通りとカウントしましょうということですね。はい。では次に行きます。はい、そこで、ちょっとね、前の問題に戻って確認をしたいと思います。はい、これ公式でしたね。で、意味はこういうことでしたよ。異なる n 個の中から r 個を選んで順番に並べる並べ方。それを NPR と表すんだということでしたね。ですので、括弧1番の問題で考えるのであれば、ね、この3つ入れていくところですね。これって5個の中から3個選んで、並べていく。ね。だから n 個の中から r 個を選んで並べていくのが NPR なんで、5P3 でしょということですね。はい、それでは最後の確認です。n の階乗、こういう計算式でしたね。ただし、0の階乗は1と定義しますよと。そして、異なる n 個の中から r 個を選んで順番に並べる並べ方の総数。これを NPR で表しますよ。ね、で、NPR の定義式はこれ、ですね。必ずこの式で計算できますということです。ただし、NP0 は1というふうに定義しておきます。ということですね。はい。説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。